こんにちはレイムです。こんにちはマリサです。ゆっくりしていってね。この動画では品質管理検定試験、QC 検定試験の QC ストーリー、問題解決型 QC ストーリーについて説明します。ここは改善の項目です。最後まで見てね。QC ストーリーは問題解決型 QC ストーリーと課題達成型 QC ストーリーの2種類あります。はじめに、問題解決型 QC ストーリーの説明をします。後で、課題達成型 QC ストーリーの説明をしますね。はい。QC ストーリーとは、問題解決の手順をわかりやすくしたものです。QC ストーリーを使うことにより効率的に問題解決を進めることができます。QC ストーリーで効率的に問題解決ができるんだ。問題解決活動は、改善活動と同じ意味で、現状の問題、あるべき姿と現状とのギャップを発見し、その原因を除去して、あるべき姿に近づける活動です。問題解決活動も、改善活動なんだ。実は、問題解決型 QC ストーリーには何パターンかあります。ここでは、代表的な QC ストーリーの手順を説明しますね。手順は、1から8まであります。はい。でも、1から8まであるの。1テーマ、目標の選定とその背景に現状把握、悪さ加減の把握、3要因解析、因果関係の把握、4対策の検討、立案。5対策の実施、フォロー6効果の確認7標準化と管理の定着、歯止め、8反省と今後の対応。手順は覚えるしかないんですか？はい、覚えるしかないです。はい。次は、手順の補足説明をしますよ。一つ目。テーマ、目標の設定、段階で、目標や計画を作成しますが、現状把握がまだなので、認識が間違っていることもありますね。現状把握が終わった時点で、必要があれば修正しますよ。二つ目。要因の解析の段階で、真の原因がわからない場合は、現状把握が不十分だったわけですね。なので前段階の、現状の把握に戻って真の原因がわかるようにします。三つ目。効果の確認の段階で十分な効果がない場合も、前段階のどこかで問題があったわけですから、戻ってやり直します。四つ目。これらの各手順でも、PDCA のサイクルを回し、問題があれば修正をします。はい。うまくできないときは、戻ってやり直す、ってことですね。QC ストーリーと QC サークルについて説明しますね。QC サークルでは、改善活動の手法として、問題解決型 QC ストーリーを使います。問題解決型 QC ストーリーを使うと、手順別に活動ができるので、品質の専門家でない QC サークルのメンバーでも、品質改善活動ができるようになりました。そうなんだ。QC ストーリーを使い改善を進める場合も、統計的な考え方や、QC7 つ道具、新 QC7 つ道具、などの統計的な手法を使うことが大切ですよ。なるほど、改善活動では、色々な手法を組み合わせて使うんだ。次に、課題達成型 QC ストーリーの説明をします。問題解決型 QC ストーリー以外に、ありたい姿とのギャップを解消していく、課題達成型 QC ストーリーがあります。はじめに説明のあった QC ストーリーの二つ目の手法ですね。課題、現状打破、新規業務対応、魅力的品質の創造などに対しては、課題達成型 QC ストーリーを使います。こちらは、問題解決ではなく、課題達成ですね。課題達成型 QC ストーリーの手順も1から8まであります。1、テーマの選定。2、攻めどころと目標の設定。
3、活動計画の作成。4、方策の立案。5、成功シナリオの追求と実施。6、効果の確認。7、標準化と管理の定着。8、反省と今後の対応。補足説明をすると、QC ストーリーと呼ぶ場合は、問題解決型 QC ストーリーを意味することが多いですから気をつけてくださいね。そうなんだ、わかりました。この動画はこれで終わりです。レイムでした。マリサでした。最後までありがとうございました。引用、参考文献です。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。